こんにちは。 JP コンサルタント趣味の部屋です。今日は、私の家の台所の錆びた錆びついちゃったんで、錆びた台所の錆び落としということで動画を作成させていただきました。作業する前こんなに錆びていたんですね。なんで錆びちゃったのって言ったらば、ここにもともと洗ったものを入れるための、洗い物入れを置きっぱなしにずっとしてたんですね。1年以上置きっぱなしにしてたらば1年経ってないのかな、1年ぐらいほっぽっといたらば、今回動画を撮ろうかなと思ってそれをどけてみたらば、こんな感じになっちゃってました。ひどいです。で、今回は薬品を使って錆を落とそうと思ってます。よく動画でサンポールとかそういったものを使って錆落としなんていう動画が上がったりしてますけれども、ああいったものを使うと酸なんで、薬品が残ったらばそこから逆に錆びちゃうっていう風なことになっちゃうわけですね。で、キッチンで使うのはだからダメだなと思ってたんですよ。薬品って必ずどっかに残っちゃうんですね。で、これ見ていただくと読めますかね。中性なので安心安全って書いてあるんですけれども、安心安全はちょっと言い過ぎだと思いますけど、少なくとも中性なんで、薬品が残っちゃったところで錆びはそんなに広がらないのかなと、錆びを起こす原因にはならないんじゃないかと思って対応することにしました。ちなみにメーカーのホームページを確認してもキッチン用品に使えるようなことが書いてあります。しかし安全性という点については薬品なんで安心安全なってことはありえないですね。必ず体に影響があると思って間違いないと思います。そこでメーカーのこのネジザウルスっていう薬品なんですけども、これの SDS 安全データシートというものを確認するようにしました。安全データシートというのは誰でも私たちが購入できる薬品についてはだいたいこういったものがホームページでアップされるようになっています。これは法律上そういうふうにしなければいけない義務があるんですね。で、この危険有害性の要約というところを見ると、どんな危険があるのか、身体にどんな影響があるのかというのが大体わかるということになっています。で、中期換気としては警告という扱いになってます。つまり即時は死なないけれどもなんか問題ありますよと。で、具体的な内容としては皮膚の刺激、重篤な目への刺激、つまり目がひどく傷んだりとか皮膚がピリピリしたりとかっていう風な、またはアレルギーみたいな感じで腫れたりとかっていうことがあることもあるんじゃないかというふうに思われます。そしてまた他の薬品を一緒に混合するようなリスクは避けてくださいというふうに書いてあります。で、何が起こるのっていうと、酸素は発生しますよと。例えばキッチンでこれと漂白剤とかを一緒に使って混ざっちゃった場合は、もしかしたらば近くにあるコンロで火を使ってるとその火がバッと大きく燃え上がるかもしれないっていうふうなことが多分想像できると思うんですけどね。実際そうなるかどうかは分かりませんが、そういった何らかの事象が発生するリスクがありますよと言ってます。また取り扱い中は適切な防護具を着用してくださいと書いてあります。したがってゴーグルをつけたりとか手袋をしたりとか、そういったことで体だとか目に薬品が付着したりとか入ったりしないようにするということが必要です。また換気扇を回して換気をするということも大事でしょう。実際私も作業中ちょっと目がピリピリしたような気がします。で、また作業終わった後は手だとか顔だとかまた衣類に必ず薬品は残留しているので、まず手をきれいに洗って、それで
顔を次に洗ってうがいをしてくださいという、そんな感じのことをしなければいけないということが明確になっております。顔を洗う前に必ず手を洗ってほしいんですね。なんでかっていうと、まあお分かりになると思うんですけども、顔を洗った時にその中に手だとか服についてた水が、薬品が混じった水が目に入ったらば、逆に目が痛くなったりとか失明しちゃったりとかってリスクあるかもしれませんよね。怖いですよね。だからやらないということですね。はい。まず私がお願いしたいのは、あの人がやってるから大丈夫だなんていう理由では真似をしないでください。私も責任を取れませんし、メーカーも責任取れないと思います。必ず同じようなことをされる方は自分で調べて、自分でどうやったらば大丈夫かって判断してやってください。自己責任が重要です。それでは実際に、私が作業した時の動画をお見せします。本当にこんなに錆びちゃってて、もう本当にがっかりですね。で、まず最初にいきなり薬品をかけて処理をせずに、薬品がちゃんと本当に除去したい部分に回るようにするため、上にこびりついている邪魔な、簡単に除去できるサビを取り除いてしまっています。水をかけてスポンジで磨くという風な感じでいいんで、それで磨いています。で、水が残らないように吸水タオルで拭き取りました。で、いよいよネジザウルスリキッドをかけてみます。で、直接かけるんじゃなくて、一番最初は乾いたスポンジを用意して、そこに染み込ませて拭くところから試してみました。これからスポンジが時々ちょっと見えると思うんですけども、どんどん紫色になっていきます。紫色になっているのは、サビが薬品と反応して、今ちらっと見ましたけども、サビが反応して紫色になっている。錆びていなければそのようになりません。ちゃんと反応しているっていうことがこれで分かります。で、拭くときに注意してたのは、薬品が乾いちゃったらばもちろん反応しないんで、錆びたところが必ず薬品で濡れてる状態が維持されるようにしながら、またできればこすった時に反応したサビがちょっとでも擦れて落ちないかなと期待しながら拭き続けました。でも結構これ大変です。で、次にどうしたのかっていうと、はい、キッチンペーパーでちょっと覆っていました。ちょっとこれ取り除くところですね。キッチンペーパーかぶせるところに行きましょう。ずっと飛びます。で、水で流してみたんだけれども、あんまり変わらないなとかって思いながら、こんな感じでごちょごちょやってたんですけども、結局いつまでたってもあれだったんで、サビが落ちないなということで、キッチンペーパーを上から置いて、
常時こうキッチンペーパーの下にある錆びてる部分が湿った状態になるように努めました。ではこの状態で半日4時間ぐらい放置してキッチンペーパーを取り除きます。思った以上にちょっとまだ残ってる感じがしますよね。もっとこのメーカーさん素晴らしい商品たくさん作ってるんで、もっと劇的にこうバシーってピカピカになっちゃうんじゃないかと期待してたんですけど、そこまではさすがに効果がないみたいです。まだ黒サビは落ちないって書いてあったんですけども、まだ赤サビも残ってますね、かなり。はい。で、キッチン紙を取り除いた後に今水で薬品を流してしまったところです。ちょっとあんまり効果がなかったみたいで残念ですね。さて、なんでうまくいかないんだろうと考えまして、もしかしてこう一番最初に水で洗ったじゃないですか。その水が残留してて、それで薬品がサビの中に染み込むのを邪魔してるんじゃないかなとちょっと疑ったもんですから、次に翌日丸1日経って完全に乾いた状態から薬品をかけてみることにしました。スポンジも新しいスポンジを用意して、もうとにかくこの間と違って昨日と違って前日と違ってネジザウルスを直にバシャッとかけてみました。でこの状態でスポンジでちょっとこすってみたんですけども、さすがに昨日ほど劇的に紫色にすぐにスポンジがなるということはありませんでしたね。でも、染み込んだ反対側して見ていただくと分かる通り、こんな感じで紫色にやっぱしなります。でスポンジで吸われちゃって薬品がボードっていうかキッチンの上に残らなかったんで、ちょっと足してます。でこうやってこすってるんだけども、やっぱしこう疲れてしまったので、やっぱり最後にザーッと飛ばしていくと、はい、またキッチンペーパー出番です。もう一回同じことをやってみます。で上からかけてみると見てお分かりのようにすぐに錆びてるところが反応して、キッチンペーパーの上から紫色のところがこうバーッと浮き出てきてるのが分かります。はい。やっぱし拭いてるよりもこっちの方がたくさんの薬品をこうかけることもできて効果があるみたいですね。スポンジで拭くよりもキッチンペーパーの方がおすすめっぽいです。それではまた、半日ほど置いてその結果を見てみましょう。はい、半日経ちました。結構紫の部分がバッと広がってますよね。
それだけ反応してくれたんだということです。やっぱし時間かけないと薬品に溶け出さないっていう感じなんですかね。少なくとも2回目はそんな感じだったというふうに認識しました。で、薬品を取り除いてみます。拭き取ってみるとやっぱしスポンジがすぐに紫色だったんで、スポンジでこう拭いてた時に比べたらばこっちの方が効果があったんだなっていう感じですね。キッチンペーパーでもうちょっとこう涙ぐましい、ちょっと早くなんとかなってくれとかと思いながらやってるんですけども、見た目はやっぱしちょっと効果があったような気もしないでもないですよね。ちょっと後でもう一回比較をしてみます。さて、でもキッチンペーパーって本当に最適解なんだろうかって皆さん思いませんでした？私実はこの動画撮った翌日、もしかしてキッチンペーパーじゃこうしっかりと浸からなくてカビもそんなに落ちなかった、効果があんまり出なかったのはそのせいとかってちょっと思ったりしました。そこで翌日なんです。そう思い立ったものですから、薬品をバシャッとキッチンの上にかけた後、ビニールをボンと置いて半日放置してみました。やっぱり紫色の薬品全体が紫色にこう染まったって感じですね。になったので、これをちょっと溶けてみます。もしかしたらばやっぱりキッチンペーパーでやるよりもこっちの方が良かった効果があったのかもしれないななんて思ったりもします。こんだけ紫色になりましたし、キッチンペーパーだと全部の薬品が本当に反応したのかちょっと心配ですもんね。とは言っても、紫色のこの状態じゃまだ判断がちょっと難しいんで、きれいに洗い流してその状態を写真撮って、一番最初キッチンペーパーを使って処理した後、そしてこのビニールで処理した後の3つの絵を比較したいと思います。心情的には随分とこう綺麗になってきてる気はするんですけどね。それでは比較をしてみましょう。これが、一番最初の状態です。何もしてない状態ですね。で、これが1日目、キッチンペーパーをかぶせるところまでやった後ですね。かなり綺麗になっていますよね。黒い点々がどうしても残ってしまっているのがものすごい残念です。これも受け取れてくれればなと思ったんですけども、やっぱしキッチンペーパーに染み込ませるだけでものすごい効果があるかなと。で、その後がこれです。これはビニールをかぶせてやった後ですね。お分かりになりますかね。
全体的にちょっとだけ薄くなってる感じがしますよね。前とキッチンペーパーまで、キッチンペーパーまでとビニールまで、一番最初とビニールまでやった後、かなり違う感じですよね。まあとりあえず黒サビになっちゃったやつは処理できないということなので、限界はあると思うんですけども、少なくとも薬品と反応して紫色に薬品がなるという風になってる限りは、少しずつ改善していくのかなというふうに思います。もしも僕と同じようにこんな風にキッチンをしてしまったちょっとおまぬけな方が、僕と同じでおまぬけな方がいらっしゃいましたらば、ネジザウルスおすすめです。ただ薬品なので取り扱いは十分注意しつつ、自信がない方は真似しないようにしてください。また自信があったとしても自己責任でお願いしつつ、ちゃんと自分で安全に作業するためにどうしたらいいのかというのを確認した上でやっていただければと思います。よろしくお願いします。それでは、今回は、キッチンですね。私のこの錆びてしまったキッチンをきれいにして、それでキッチンで動画を撮れるようにしましょうと、そういう風にきれいにしましょうという、そういう風な動画でした。ご視聴ありがとうございました。またご視聴していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。失礼します。